日本では東京都知事選挙が近づいているぜ。知事？都道府県のボス。東京のボスか。何人くらい立候補したの？ 56人。今なんて言った？ 56。へえ、すごいね。で、何の話？まさか、に投票しろ、とか？候補者が100億人いたとして、票をどうやって集計するか考えたい。なんだ、いつもの話か。あのさ、候補者が100億人いても、数えることはまあできるんじゃない？十分な空間があればな。十分な空間？以後、候補者が N 人いるとして、彼らに1から N までの番号を振る。いいよ。投票も番号で行う。OK。票をスキャンして、こんなテキストファイルを作る。便宜上、候補者数 N と投票数 V もここに書く。票少なくない？さて、過半数の票を取った候補者がいるなら見つけたい。一番票を取った人じゃなくて？ああ、誰も過半数の票を取っていなければ、今回は勝者なしとする。その時は投票やり直しって感じかな。そんなとこだぜ。さて、勝者を見つけるにはどうすればいいか？どうすればって言われても、こんな票を用意して、普通に数えればいいんじゃない？普通はな。普通じゃない時ってのは、100億人が立候補した時。そしたら票が100億票必要になって、紙がもったいないってこと？ああ、紙っていうかメモリがな。64ビット整数を使うと、100億個の数値の保持には 80GB いる。それはちょっと。というわけで、定数メモリの開放を考えたい。定数メモリ？メモリ使用量が N や V に依存してはならない。候補者が1000億人になってもメモリは増やせないってこと？ああ、候補者10倍ならメモリ10倍、だと 1000K メモリという。もちろん、時間は 1000K でいいぜ。票を全部見ずに買った人を確実に当てるのは無理だね。ああ、100% 正しい結果を返すことも要求する。たまに間違ってもいいなら簡単。だと思う。さあ、過半数の票を取った候補者、あるいはそのような人がいないことを報告できるか？自力で解ける感じはしないよ。まあ、まずアルゴリズムを述べてしまおう。じゃじゃん。何これ？アルゴリズムの正確には一部の疑似コードだぜ。保持する値は2つ、M と C。少ない。M がその時点での勝者の候補で、C はなんとなくリードを表すカウンターだぜ。なんとなくリードを表す？まあ、とりあえず動かしてみよう。初期状態では、M も C も0。これから1票ずつ見ていく。まず、最初の票は9番。C が0だから、M を9、C を1にすればいいかな。そうだな、ここに M と C の値の履歴を記録するぜ。次、1番。C が0じゃなくて、M が8じゃないから、C を1減らして終わり。次、8番。C が0に戻ったから、M を8、C を1に。次、8番。C が0じゃなくて、M が8だから、C を1増やす。次、1番。C が0じゃなくて、M が1じゃないから、C を1減らす。次、8番。C が0じゃなくて、M が8だから、C を1増やす。次、1番。C が0じゃなくて、M が1じゃないから、C を1減らす。次、1番。C が0じゃなくて、M が1じゃないから、C を1減らす。次、1番。C が0に戻ったから、M を1、C を1に、この時の M が過半数？少し違う。違うの？ M 番以外は過半数でないことが確定する。M 番が過半数とは限らない？ああ、とはいえ、M が過半数か知りたければ票をもう一周して数えればいいぜ。そりゃそうだね。じゃあ、このアルゴリズムの正当性を証明しよう。M 以外は過半数じゃないってことの証明？ああ、もう少し主張を強める。最終的な M と C の値に対して、票を次のように分けることができる。まず、M 番の票 C 枚の束。今回は1番の票1枚だね。残りの票は、ペアに分けられる。ここで、同じ番号の票はペアにしない。もしこう分けられるなら、M 以外はペアたちの中で半分取るのがせいぜいだから、過半数はありえないね。じゃあ、こう分けられることを示そう。投票数 V について数学的機能法を使う。V が1の時は、C が0の時の処理を1回やって終わりで、問題なし。じゃあ、V イコール K の時に問題ないと仮定して、1票増えても問題ないか確認する。まず、K 票を見た時点で C が0の場合は、C が0の時の処理を追加した票でやって終わりで、V イコール1の時と同じ感じで問題なし。じゃあ、K 票を見た時点で C が1以上の場合は、その時の M と追加した票が同じか違うかで分かれるね。同じだったら、C が1増えて、これは M 番の票 C 枚の束に新しい票を乗せれば問題なし。違ったら、C が1減って、M 番の票 C 枚の束から1枚減らせて、その1枚と新しい票でペアを作れば OK。というわけで、こういう分割は常に可能。言い換えれば、M 以外は敗者だぜ。これで100億人立候補しても安心。よかったらチャンネル登録してほしいぜ。ご視聴ありがとうございました。